皆さんこんにちは。腰痛マンです。本日はシボレーの MW G セレクションのご紹介です。シボレー車とはいえ、このどこかで見たことのあるスタイル、スズキの初代ソリオをベースにした OEM 車となります。当時スズキと提携関係だった GM がシボレーブランドの入門車としてスズキから OEM 供給してもらった車です。日本のスズキとシボレーの両方の店舗で販売されていました。 OEM とはいえただのバッジ替え車ではないこちら、じっくり見ていきましょう。スタイルはうまくアメ車っぽく仕立てられています。ベースのソリオのライトを上下2段に、フロントグリルを縦に大きくし、さらに全体にエアロをつけたことで重厚感が出て、アストロの弟分のミニワゴンチックな外観となりました。同じく GMA の OEM である初代スイフトベースのシボレークルーズはスズキっぽさが残っていましたが、 MW はもともと四角いこともあり GM っぽいです。サイドから見るとワゴン R ですね。外側は2代目の MC 系ワゴン R のものをベースにしているようです。フレームについてはワゴン R とは別の小型車用のものとなっています。タイヤは14インチアルミホイールです。今回はスタッドレスで別ホイールなのですが、本来はシボレーの防体マーク付きのアルミとなります。ベースグレードだと15インチアルミホイールになります。リアはテールランプはワゴン R ですが、スポイラーとエアロバンパーでかなり印象が違っています。また GM とシボレーエンブレムが渋いです。ボンネットを開けたところです。インシュレーターはついていないですが、バルクヘッド部分にはきちんと防音材がついています。エンジンは M13A で2000年から2010年代まで使われていた4気筒エンジンです。ショートストロークのエンジンですが、最大トルクは12キロを3400回転と比較的低回転で発揮するので、街乗りでのフィーリングが楽しみです。トランスミッションは愛信 AW 製の4速 AT となります。2代目のスイフトや初代 SX4 など2010年代までのスズキ普通車に使われていたものです。久しぶりの普通乗用車ステップ AT なのでこちらも楽しみです。フロントサスはストラットです。アーム部分にスタビライザーがついています。この時代のスズキ車のストラットの頭にはキャップがついておらず、錆びちゃってますね。リアサスはスズキ特有の ITL 式です。この辺を見るとフレームは軽とは違う新開発のものとスズキは言ってはいますが、実際は鈴木さんこれ延長や補強した前席に乗り込みます。ハイトワゴンなので腰をそのままスライドして乗れるため楽です。シボレーのマークが光るシートはこの G セレクションだとアルカンターラです。ベースグレードだとレザーになっていて、この部分などで価格差が出ています。フィット感はとても良いのですが、長く乗っていると尻が痛くなってきたので、座面のクッションを固めにしてくれれば最高でした。としても115万円の車でこのシートはお買い得です。ちなみに座面長さは48センチでした。アームレストはクッションが詰まっていて快適です。シートリフターは座面の前面が上下するだけであんまり使い道がないです。視界はダッシュボードが前傾していることとボンネットが短いので良好です。で、チルトステアリングはついていません。テレスコもなしです。今の目から見ると調整機構はなかなか厳しいですね。ステアリングはベージュの本革巻きで質感があります。握った感じもよく、さらに登録から約13年経っていますが、皮が破れたりすることなくしっかりとしています。そしてコラムシフトのため前席の足元はセンターコンソールがなくすっきりしていて、左右移動がしやすく良いです。またマットがラグジュアリーでカーペットっぽくて雰囲気が出ています。後席に乗り込みます。こちらもスムーズに乗り込めて良いです。座った際、座面クッションのしっかりとした厚みを感じます。リアシートもアルカンターラで現在でも通用するしっかり感です。シートバックは短めなのでヘッドレストは上げた方が良いです。窓は 85% ほど開いてくれます。冬の日差しは低くて眩しいです。リアシートは座面が46センチと普通の長さです。左右独立でスライドし、一番後ろにした時には足元スペースは33センチ、一番前で22センチとなります。シートの高さは38センチと高く、これで結構足の自由度が高まります。この車全長 3.6 メートルですが、3.8 メートル級の車の後席スペースがあります。リアフロアはほぼフラットなので左右移動はしやすいです。中央席は時代的に2点式シートベルトとヘッドレストレスになります。ちゃんと座れるのですが、
室内幅が現代の軽自動車並みなので、横に3人並んで座るのはかなり厳しいと思います。インパネは一昔前の雰囲気です。すべてハードプラで構成されていて、模様は昔よくあった革風です。また装備の配置は2代目ワゴン R と同じで、広がった幅の分を延長しています。ドアトリムはほぼインパネと同じ革風ハードプラです。アームレスト部分はアルカンターラ張りになっていて高級感があり、肘の掛け心地も良いです。アームレストポケットには縦にスマホが入ります。ドアポケット部分には10インチタブレットくらいが入りそうです。そして意外にもドリンクホルダーがついていません。代わりにステアリング右下にドリンクホルダーがありますが、ペットボトルが差しにくいです。上には懐かしのコインホルダーやスイッチ類があります。キーは正面にあるタイプで珍しく、ドリンクホルダーとの間にはオートライトスイッチがあります。下にはトレイがあってかなり深いです。スマホや財布が置けますが、運転中に落ちてくるのが怖くて置けないですね。落ちないとは思うのですが。メーターはホワイト文字にシルバーガーニッシュとシンプルですが、タコメーターやシフトインジケーターがついていて機能は充実しています。液晶はトリップメーターの切り替えが可能です。コラムシフトは慣れるまでなかなか癖がありますが、ベンチシートと合わせてベンコラでアメ車の雰囲気が出ています。インパネ中央にはワンディンのスペースがついています。スマホが横置きできて便利です。下にはさすがに古さを感じてしまうデザインの吹き出し口とハザードがついています。エアコンはマニュアルです。ベースグレードだとフルオートになります。2代目ワゴン R と同じものかと思いきや、微妙に大きくなっています。その下には運転席シートヒーター、リアデフロスター、収納式のドリンクホルダーがついています。この位置にドリンクホルダーがあると便利なので助かります。下にはアクセサリーソケットとカード入れがあります。車体のライトに連動してランプが光る豪華仕様です。助手席前には浅そうに見えて奥が広くなっているグローブボックスとペットボトルを2本倒しておけそうなオープントレイがついています。助手席下にはいつものバケツがあります。マイルドハイブリッド用のバッテリーがつくだいぶ前なので、そこは深いです。天井周りはこんな感じです。この飛び出たマップランプはボンゴと一緒かと思いましたが違いました。リアドアトリムは全席同様です。ちゃんとアームレスト部分がアルカンターラになっていて良いですね。ドリンクホルダーがないので、飲み物は運転席後ろのポケットに入れることになります。ドアトリムにはスマホや薄いものが挿せるポケットがあるだけです。で、助手席裏はプラのバックプレートになっていますが、これはやはり2代目ワゴン R と同じです。ヘッドレストをまず外します。シート座面を跳ね上げてシートバッグを前に倒します。小さい方のレバーを引くとフラットに倒れます。これで荷室まで一気通貫の空間が出来上がります。そのためのプラのバックプレートになっています。あとはルームランプ兼ラゲッジランプがついています。荷室を見ていきます。リアサスの張り出しが少なく、荷室の床が高い位置にあるため、買い物かごは横に2つ余裕で並べておけます。この時の荷室の奥行きは41センチです。シートを一番前にスライドさせても仕切り板がスライドしないので奥行きは変化しません。ここは3代目のワゴン R までの惜しいポイントですね。幅は109センチとクラスを超えた長さです。これは ITL 形式のメリットかと思います。高さは95センチでこちらも広いです。四角さを生かしたスペースとなっています。肩口のノブを引いてリアシートを倒すとほぼフラットな空間が出来上がります。リアシート端までの長さは121センチで、斜めの長さは161センチとこちらもクラスを超えた広さで、四角いパッケージングの良さが存分に出ています。床下にはスペアタイヤと工具が入っています。現在ならパンク修理キットになって収納スペースとなっていますね。ちなみにバックドアはどちらの手でも閉められるようになっています。ダイハツのライズ発祥かと思っていたのですが、スズキの方が先でした。この気配り設計の始祖を探す旅に出たいと思います。スモール、ロービーム、ハイビーム、フォグランプ、ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ。一般道です。まず感じるのは発進が非常にスムーズなことです。
1足と2足のつなげ方がショックレスでシルキーでスーパーに気持ちよいです。さすが愛信の AT という感じです。ブレーキはふにゃっとしていて効きはやや頼りないというか、踏んだ分だけ効くようにしてあり、初期制動は弱めになっています。パワーはあります。どこから踏んでもトルクが出てきます。1.3 リッターエンジンに970キロの軽量ボディなので、街中の走行で困ることはないですね。乗り心地もスタッドレスタイヤということもありますが、結構柔らかめです。同じくスタッドレスタイヤを履いているうちのルークスよりも柔らかく感じるので、もともとソフトなのだと思います。パワートレインからのノイズはあまり気にならないのですが、ロードノイズについてはスタッドレスのパターンノイズだけでなく、下からいろいろな音が入ってきます。この辺はベースがソリオだなという感じです。狭い道です。車幅が 1620mm ということと、四角いボディに広い視界で端に寄せやすいです。さらにミラーが四角く横幅を取らず、かつ下もよく見えるので不安感はないです。ボディの形にも合っていて好きなミラーです。いつもの山坂道にやってきました。まず上りです。スタッドレスを履いていますが、カーブは普通に曲がってくれます。街中ではちょっと柔らかいかなと思っていた足ですが、山坂道でぐにゃりとなることなく結構踏ん張ります。立ち上がりのパワーも十分あり、攻めまくる人ではない限りパワー不足を感じることはないと思います。エンジン音はのぶといです。狙ったわけではないでしょうが、ちょっとドロドロした感じの音がアメ車っぽくて良いですね。下りです。カーブでパワステはスムーズに切れます。2010年代のスズキやダイハツの軽自動車よりよっぽど滑らかです。ただ下りで重力加速度がつくと、カーブでの挙動がちょっとシビアになります。まっすぐ行きたいボディをブレーキとハンドルで力を入れて曲がっていただく感じです。普通に走るには良いのですが、目を三角にして攻める車ではないなという印象です。高速道路にやってきました。恒例の60キロから120キロのタイムを計測します。タイムは13秒830でした。1.3 リッター NA 車としてはかなり速いと思います。変速が小気味よく、エンジン音を堪能できました。120キロ時はなかなかハードです。速度維持や再加速などのパワー面は問題ないのですが、まず風切り音がすごいことになっています。エアコンを全開にしているわけではありません。そして段差に乗った時の挙動が大きくなり、かつ前後左右にボヨボヨとした余韻が残って少し怖いです。直進時も微妙に左右にボディが揺れていて余裕がない雰囲気です。100キロ時です。この速度でも風切り音がなかなかしますが、段差での衝撃は120キロ時よりマイルドになり、段差をボヨンといなします。酔いやすい人には厳しいかもしれないですが、バスみたいな応用さで私は好きです。80キロ前後だとだいぶ走りやすいです。今度はロードノイズが目立つようになりますが、挙動はおとなしくなります。この車、エンジンは速いです。特に高速だとショートストロークなのもあり良い加速するのですが、ボディ剛性の方が緩くて負けていますね。車線変更シーンが撮れていませんでしたが、水平なベルトラインと6ライトの窓で視界は非常に良く、不安はありません。約292キロ走って燃費は13キロリッターでした。いまいちな燃費でしたが、走っていて楽しいフィーリングの車でした。コンパクトでパワフルな車は運転しやすくて面白いですね。さて、シボレー MW の5段階評価ですが、評価は3、普通です。もともとのワゴン R が四角くてベンチシートでコラムシフトとアメ車っぽいところに、
うまく GM のコラボがハマった感じで雰囲気のある車です。小さな高級車というにはシート以外の質感が乏しくはありますが、面白い車だと思います。パッケージングやパワートレインの出来が良く、もっと売れても良い車だったと思いますが、当時はまだまだ大きな車が売れていた時代で、出るのが早すぎたのかもしれませんね。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。